こんにちは、しずくと申します。本日は2年ぶりに塗り絵をしましたので、その記録をご紹介いたします。もしご興味がありましたら、一緒に楽しんでくださいますと幸いです。普段私は自宅で育てているバラの記録を YouTube にアップしているのですが、今年バラの冬剪定を始めた3月初め、YouTube でセイコン先生の昨年春の塗り絵お花のドレスのエルサの春を感じる暖かで可愛い色を拝見して、自分でも春のお花のエルサを塗ってみたい衝動に駆られました。今回の塗り絵のテーマはエルサの花吹雪です。当初はセイコン先生のように春風のような爽やかなお花の妖精のエルサを描いてみたかったのですが、日々少しずつ塗り進めるうちに、単なる失敗のほか、エルサ自体の物語や私個人の春の思い出や日常の出来事も干渉して塗り絵の様相が変わっていき、結果的に和風で昭和レトロのような雰囲気の塗り絵に仕上がったと思います。それから今回の作業ではメインで使用したホルベインアーティスト色鉛筆に何色でも無限に重ね塗りできるのではと驚き、改めて感動しましたので、その様子もご覧ください。それではどうぞ。レーズンでドレスの影をつけてみました。影の濃いところに少しグレープも付け足しました。パーグリーンを使ってドレス全体の影を付け足しました。フォレストグリーンでドレスの影を追加しました。ドレス全体にドレスの基本色にしたいモスグリーンを塗ったんですけども、まだまだグリーン味が強いと思ったので、オリーブイエローを重ねていきたいと思います。ドレス全体にオリーブイエローを加えました。で、次に影の一番濃いところにネイビーブルーを使ってみようと思います。はい、影の一番濃い部分にネイビーブルーを入れました。で、もう少し影薄めのところにピーコックブルーを入れてみようかなと思います。ドレスの影にピーコックブルーを足して、でネイビーブルーでまた調整したりしました。で、次にドレスの明るくなる部分に鮮やかなカナリーイエローを足してみたいと思います。ドレスの明るくなる部分全体をカナリーイエローで伸ばしました。とりあえずこれはこのまま置いといて、次にお肌、エルサのお肌を塗っていこうと思います。エルサのお肌の影に大まかにマダーレットを入れていきました。で、さらに影になる部分にレーズンを入れていきたいと思います。お肌の影が一番濃くなる部分にレーズンを入れました。で、次にピンクで影をなじませていこうと思います。マダーレッドとレーズンで作った逆光の濃い影
お肌の影を微調整しながらピンクでぼかしました。で、次に光の当たっている方向に向かってチェリーブロッサムでお肌の色をなじませて滑らかにしていきたいと思います。チェリーブロッサムとホワイトを使って肌が滑らかになるようにならしました。で、逆光のイメージでやろうと思ってるんですけど、今だとちょっと怖い感じになってますね。でもお化粧とかはまず置いておいて、髪の毛に取り掛かろうと思います。で、髪の毛は髪の毛の影の中間色ぐらいになるかなと思うオリーブグリーンで最初に毛の流れを描いていきたいと思います。オリーブグリーンでざっくりと毛の流れを描きました。で、次に毛の一番暗い部分、影になる部分にウォームグレーの6番を入れていってみたいと思います。ウォームグレーの6番で毛束の暗い部分を作りました。で、さらに毛束の影の部分にネイビーブルーも使ってみたいと思います。髪色の影にネイビーブルーを入れました。で、次にオリーブトラブとローアンバーとあとオリーブブラウンを使って髪色の影から中間色にかけて調整していこうと思います。もう少しだけ緑みが抑えられたらいいかなと思います。髪色の影と中間色を整えました。で、次にサンドとアイボリーと白を使って髪色の明るい部分を整えていきたいと思います。髪色の明るい部分を整えました。で、こちらも細かいところはまず置いておいて、次に背景に入っていこうと思います。で、これは多分エルサの魔法、お花を咲かせる、お花を作る魔法だと思うので、魔法っぽくキラキラな感じにできたらいいなと思ってます。背景ですが、まずはストロベリーを薄くざっくりとのせました。次にスカーレットを加えました。レーズンとパンジーとあとインディゴ、スカーレットを使って調整しています。オレンジとマリーゴールド、レモン、シャルトルーズドグリーンで背景をグラデーションして、で、このお花のところをシグナルレッドで濃くしてみました。次にサンフラワー、ダンディライオン、カナリーイエロー、レモン色など各種黄色を使って全体的にきめ細かくなるように塗ってみたのですが、ちょっと春色を通り越しちゃったかなっていう気がします。もうちょっと春色に持っていけるように調整したいと思います。背景の鮮やかな黄色を少し抑えたくて、チェリーブロッサムを全体的に塗りました。
で、少しは卵色の方に、鮮やかな黄色から卵色の方に変わったかなという気がするのと、あと一番最初に塗っていたざっくりとストロベリーを塗ったつぶつぶが黄色と馴染んだと思います。馴染んできたと思います。ピンク、チェリーブロッサム、アイボリーでさらに鮮やかな黄色を抑えるようにしてみました。マゼンタでこのラインを濃くして、それからカーネーションでこのお花の後ろの赤い色を濃くしました。背景のお花をいろんな色でなるべくカラフルになるように塗りました。で、そうですね、クリーム色とか明るい色も、明るいというか白っぽい色も使いました。これピンクかな。ピンクとかクリーム色とか、そうですね、アイスグリーンなんかもこの花びらの先の方に使いました。それからここに来て、この一番下地になっている背景のグラデーションが甘くなってきたように感じるので、ちょっとこちらの濃くなる方から最初に塗ったストロベリーからもう一度調整しながら塗り直していってみようかなと思います。はい、最初に背景の下地として塗っていたストロベリーからスカーレット、オレンジ、マリーゴールド、サンフラワーかななどを使ってちょっとグラデーション濃くしてみたんですけど、また結構鮮やかさが出てきましたね。なんかいくらでも色鉛筆上塗りできるんだなってことが今回分かりました。で、ちょっと鮮やかな黄色がどうかなって思ってたんですけど、もう夕暮れ時のお花のお姫様っていう感じで、お花の妖精ですかねというイメージで塗っていこうと思いました。ドレスやお肌の影をぐっと濃くして引き締めてみました。で、ドレスの一番影の落ちる部分には黒も使っています。あと髪も少し凹凸を出すようにして、お顔の凹凸も作りながら瞳も描き始めました。次にドレスの上の薄い羽織物を塗っていきたいので、透明感を出すために、消しゴムをかけました。で、気持ちライラック系の羽織物にしたいかなと思ってます。ライラック、白っぽいライラックになったらいいなと思ってます。ライラック色の羽織物のイメージで塗ってみました。結局消しゴムはこのドレスのギリギリ際の部分まで背景のところは消してあります。で、色はウィステリアをまず消しゴムをかけたところに塗ってから、でライラックも使って一番濃いところはパンジーを使用してます。あと背景となじませたいところがあったらピンクも使いました。
で、あとはドレスのところ、ウィステリアとライラックを使うとちょっと馴染みが悪かった、濁るような感じになったので、ドレスの部分はほとんど白を使って、白で羽織を塗ってます。で、やっぱりホルベイン色鉛筆すごいなと思いました。なんかみるみるこの一枚薄い羽織を羽織ってるような感じで上に色が乗っていくので楽しいなと思いながら塗れました。で、力加減がすごい大事なんだなって本当に分かりました。ちょっと気を抜いてゴシゴシと強く紙をこすりすぎてしまうと、この白の色でまたダマができちゃったりするので、本当に、強くなんですけどあまり強すぎない感じの力加減でくるくる色鉛筆を回して塗ったり、さっさとこう線状に塗ったりして塗りました。でもまだやっぱりダマになっちゃったりもしてます。そのあたりもこれから勉強していきたいなと思いました。それから今回は初めて色鉛筆を使い切りました。でもこのホルベインの色鉛筆を買ったのが2020年の初め1月か2月だったと思うんですけども、その時から使っているものですが、一番消費が早かったです。白を一番使うとは本当に思っていませんでした。メグ先生の言う通りだなと思いました。背景のお花の周り、消しゴムをかけました。で、これは一旦置いておいて、いよいよ羽織物のこの柄を塗っていきたいと思います。エルサが羽織っている薄い羽織のお花柄をいろいろな色で塗ってみました。基本的には濃い色から塗り始めて、で中間色で薄い色で上に白を重ねる感じで塗っています。具体的には青が一番いろいろな色を使っているんですが、青は基本はだいたいベースにネイビーブルーを使って、でさらにその上にピーコックブルー、その上にもさらにアクアを塗って、その上にホリゾンブルーやさらに白を塗ったりしています。エルサの羽織物のこの小さい丸いパールか何かですかね、パールっぽくしたくて電動消しゴムでとりあえず白抜きしました。で、このキラキラした感じのもの、形のもの、ちょっと不器用すぎて電動消しゴムでやるの怖かったので、白ペンでやるか、色鉛筆で白くしてみて考えようかなと思っています。色鉛筆の後に白ペンを重ねたのですが、パールというより水中の泡みたいに見えてきました。エルサにお化粧して髪の毛もだいぶ描き足して、少し怪しげな印象になってきたかと思うんですが、当初の
春のお花の妖精みたいな爽やかなイメージともかけ離れてきてるとは思うんですが、エルサはもともとヴィランズになりかけるような経験をしている女王様ですので、これはこれでいいんじゃないかなって、そんなエルサの境遇をイメージしつつ楽しんで書き進めていってます。背景に電動消しゴムでキラキラを入れていってみたいので、全体的に背景を濃くしました。キラキラを入れながらまた色を調整していきたいと思います。電動消しゴムを使って背景にキラキラを追加しました。ちょっとうるさくなっちゃったかなと思うんですが、なんか昭和のレトロな雰囲気があって、これはこれで面白いかなって思いました。小さい頃に着ていた振袖の柄とか色とか、こんな感じだったなぁなんて思い出しながら楽しく塗っています。シグノの白ペンを太めのと細いのと2種類使って、お花の周り黒線を縁取ったのと、あとこのキラキラをたくさん付け足しました。このキラキラは描きながら自分で吹雪みたいだなって思ったんですけど、ちょうど一昨日お花見をしたんですね。ソメイヨシノちょっと満開を過ぎた頃で、すごく綺麗な花吹雪を見れたんですけども、ちょうど花吹雪みたいだなと思いながら、イメージしながら点々付け足しました。それからこの菊の花のようなものはポスカで描きました。もともとはこのピカッと光ってるような、光っている下地だったんですけれども、ポスカがなかなか使い方がうまくなくて、このポスカの白がドバッと出ちゃってうまくこの形にできなかったので、お花みたいな形にしちゃえっていうことで、お花のような形になりました。次にエルサの手元の花吹雪の魔法を描いていくために下地を整えました。で、電動消しゴムと白ペンでエフェクトを描いていこうと思います。エルサの手元から出ている魔法のエフェクトを付け足しました。あとはこの羽織物のところとか、まだ塗ってなかったところを塗って、あと髪の毛の髪飾りはブルーのお花にしました。あとはちょっとお化粧直しをしたり、あと肌の色鉛筆のダマみたいのができちゃったのとか、綺麗にならないかちょっとやってみたいと思います。あと髪の毛もかなりダマになってるので、直せたら直したいと思ってます。エルサのお化粧直しをして瞳に光を入れました。これで完成でいいかな。約2年ぶりに一つ塗り終えました。お肌のダマと髪の毛の色鉛筆のダマ、こんな感じです。
これ以上綺麗にならなかったんですけどこんなもんでしたっけ？忘れてしまいました。ちょうどお隣に以前塗ったアナの大阪万博の食い倒れ人形アレンジがありましたので、ちょっと近づいてみると、やっぱり前からダマはありダマはありますね。こんなもんなんですかね。いろいろ研究してみたいと思います。左が今回の線画です。ビフォーアフターです。今回はほとんどアレンジはしませんでした。最後までご覧いただきありがとうございました。不定期更新ですが、今後ともよろしくお願いいたします。